ご覧いただきありがとうございます。誠もどきです。今回ご紹介いたしますのは BLG 所属バイパー選手です。 LPL から LCK に帰ってきて、また LPL の方に行ってしまいましたね。個人的には LCK ファンですので LCK に残ってほしかったですが、 LCK にはあまり友達がおらず、 BLG のナイト選手と友達であることから LPL の BLG に行ったという噂を耳にしました。 BLG は今年も強そうですので、世界大会で LCK チームと戦うことを楽しみにして待ちたいと思います。今回のルーンはこちら。メインパスは人気のルーンを使用しています。サブパスに関しては魔法の靴かキャッシュバックかというところですが、個人的には魔法の靴を選択するとブーツを購入できないことでゴールドが余るのが好きではないこともあり、キャッシュバックの方が好みですが、これはプロ選手たちでも割と好みで選んでいる感じがしますので、好きな方でいいと思います。それでは試合を見ていきましょう。次はこっちの番だね。弱さを断ち切れ。マッチアップ的にちまちまとダメージトレードをしていては勝てない敵ボットは大胆にオールインファイトを仕掛けますが、手前にいたジャンナをフォーカスしたことでユナラがフリーになっており、かなりトリスターナが HP を失いました。全員がフラッシュ以外のサモスペを使いながらのトレードに相手が無理やり仕掛けてきたことでウェーブがこちら側にあり、落ち着いてレベル先行。ウェーブを先に押し切り
エートロックスがこちらのジャングルにちょっかいをかけてきているため、夜そぶりで圧を出しながらリコール。ノーチラスが視界を取りに来ており、少し怖いリコールに見えましたが、トリスターナの HP 状況的にフックをもらっても大丈夫だろうという判断でした。カルを購入してレーンに復帰。エートロックスがボット側にいるのが見えており、ジャンナはローム中なためかなり慎重に立ち回ります。ジャンナが帰ってくるタイミングで E を使いながら前進。それを見た瞬間、後ろのブッシュにノーチラスが隠れており、敵視点ではジャンナが見えていないため、トリスターナはウキウキで前に W。 しかしそこにジャンナが現れ Q でトリスがノックアップ。ユナラはジャンナの後ろに隠れてノーチ Q をもらわないようにしながらトリスを削ります。ノーチがタンクサポートのフィジカルの強さとアフターショックのパワーでゴリ押しを図りますが、トリスは戦線を離脱しているためスキルがなくなればダメージはありません。ユナラがキルを獲得しました。しかしここでプッシュの手伝いをしていたジャンナにトリスが奇襲を仕掛けて E の爆発でジャンナがです。 W が上がったことでフラッシュも使わずにキルを得たトリス。互いの ADC が1キルずつ持つ展開に、ドラゴンピット内でジャングルが戦い始めたため体を寄せます。ジャンナが後ろを回ってドラゴン側に体を寄せたのに対して、ユナラは一時的に1対2になるしかない立ち位置へ。当然フックを振るノーチ。Q をフラッシュでかわし、それに反応したトリスが W で飛び込みファイトに。ジャンナはまだ遠くにいますが AA。Q で AA キャンセルを挟みながらノーチのフラッシュを誘います。さすがに舐めすぎやろとノーチがフラッシュインでスネアがついた AA をユナラに叩き込みますが、平然とした顔でトリスを殴り続けてジャンナが到着。これはあかんとトリスがフラッシュアウトを判断しましたが、最後はミニオンのダメージでです。残されたノーチラスもしばき回してキル。パッと見立ち位置をミスした後のリカバリーがうまかったようにも見えますが、私はそうではないと思います。もう一度詳しく見てみます。まずはこのフラッシュアウト。一見これはミスにしか見えないプレーです。ノーチは Q を打っただけに対してこちらはフラッシュを切らされているため、これだけでは当然割に合いません。しかもこれはノーチ Q にフラッシュを使うことは事前に決めていないとおかしいプレーです。その証拠にここで2回目の AA をノーチラスに打っているため、ステップで回避しようとすらしていません。これは完全にベイト。トリスはチャンピオンコンセプト的にまだ射程が短いこの時間帯であれば絶対にノーチ Q に反応して W をしてくると確信してのこの立ち位置とフラッシュ。少し前に出た後 E の MS アップを使いながらトリス W をかわしています。さらにノーチのフラッシュインを引き出すために明らかに前にステップ。そしてジャンナ Q はトリスに命中していません。つまりこのプレーはバイパー選手にとってはうまくいけば成功するベイトではなく、決まって当然のベイトであったということです。相手の心理をとてもうまく利用した完璧なベイトでした。しかしその後ミニオンがえげつない動きを見せた影響で、ミニオンに隠れる形でノーチの Q をケアしていたユナラに車線が通ります。思わぬ伏兵にやられてしまいました。ノーチにシャットダウンが入ったことが不幸中の幸いでした。レーンに復帰してノーチの Q をきっかけに少数戦へ。敵チームとしてはうまく引きつけ、エートロックスに回収してもらう3段でしたが、ユナラ R 中の EW をうまくステップでかわして引きつけたものの、このステップでノーチ Q を回避したことでユナラは生存。2-0交換に。敵チームはジャングルがかなりへこんでいるため、
順調に育っているライズを軸に時間を稼ぎ、トリスとライズの時間までなんとかゲームを維持したいところですが、これだけ育ったバイパー選手を止められるはずもなく、ジャンナが視界を取りに行き、一人浮いていると農地が R から仕掛けますが、ジャンナが間に合い生存。ジャンナ Q がトリスを捉えダブルキル。その後ミッドでジャンナが捕まったところからファイトに。バイパー選手のユナラを前にジャンナフォーカスをした敵を蹴散らしました。この時点で12キルを持ったユナラを操るのはバイパー選手。あとはいつも通り集団戦で大活躍するだけですので、ダイジェストでお送りいたします。いかがでしたでしょうか。バイパー選手はソロ級でも比較的安定的なプレーを見せる選手ですが、それは彼が保守的なプレーをしているというわけではありません。たまにバイパー選手のプレーを見ていると LOL がものすごく簡単なゲームであると錯覚してしまうことがあります。ですがそれは実際は際どいプレーをしていても、バイパー選手の卓越した技術があたかも普通のプレーをしているように見せてしまうだけなのです。他のゲームやスポーツなどでも超一流のプレーは簡単そうに見えてしまう時があります。彼らにとって上振れなどではなく、できて当たり前のレベルがあまりにも高く洗練されており、無駄がなく自然に見えるため、素人目にはそう映ってしまうのでしょう。面白すぎる試合が見つかってしまい投稿することにしたのですが、年内最後の挨拶として前回の動画でお礼の言葉を述べたにもかかわらず、何事もなかったかのようにもう一本投稿することがなんだか恥ずかしいので、ごまかそうとつらつら長めに話してしまいました。今度こそ今年はお別れです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。良いお年をお迎えください。大きにご苦労さん。